皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日はスーパーマージャーを使って自分だけのマージモデルを作ってみようと思います。これでマジックミックスみたいなモデルを作ってシビタイで配布できるのですね。いえいえ、最初からそんなに上手に作れませんし、もしできたとしても配布を考えているのであればライセンスをしっかり調べる必要がありますので、とりあえずはマージして自分用に使用すると考えてください。そうなんだ。ただ少しだけライセンスについても考えましょう。難しい話はあまり好きではありませんが、簡単に見るだけですよ。まず配布されているモデルには画像から学習したトレインドモデルとマージして作られたマージモデルがあります。シビタイのページに掲載してあるものであればチェックポイントタイプから選択することができます。シビタイのモデルステータスのところからチェックポイントのトレインドモデルを選択してみましょう。例えばこの中でエピックリアリズムに関してはライセンスのところにクリエイティブ ML オープンレイル M となっています。このクリエイティブ ML オープンレイル M はステーブルディフュージョンのライセンスに関する文章ですが、文章の中では制作者はモデルを使用して生成されるアウトプットに関する権利を主張していません。つまり倫理的に問題となるような使い方をしなければモデルを使用した生成物を配布・販売することは可能のようです。私は一応全文をチャット GPT-4 を使いながら読んでみましたが、難解な部分が多いので間違っている場合はコメント欄で教えてください。一方で同じトレインドモデルでもデリベレイトに関してはクリエイティブ ML オープンレイル M に加えてアトリビューション、ノンコマーシャル、ノーデライブが表示されています。その横にも禁止事項が表示されていますが、商用利用やマージモデルを共有することも禁止されています。使わない方が良いモデルになるでしょう。次にマージモデルですが、基本的にマージするときに使用しているすべてのモデルがクリエイティブ ML オープンレイル M に基づき権利を主張していなければ使用できると考えてください。シビタイの禁止事項をチェックしてクリエイティブ ML オープンレイル M だけであれば基本的に問題ないと思いますが、心配な人はマージモデルの元になっているモデルが表記してあるものを選択すると良いと思います。例えばマジックミックスリアリスティックであればシビタイのページにベーシックフォーミュラとしてマージ元のモデルが表記してあります。3つのモデルを組み合わせているのですね。そのようですね。またサジョウロウカクさんのハギングフェイスのブレーシングエボミックスのページでは日本語でライセンスについて表記されていますので、一度皆さんも読んでみてください。ブレーシングエボミックスは自由に使いやすいモデルであることと、モデル作成者がどのようなことに気を使っているかを知ることができますよ。もう一つだけ追加ですが、アップスケーラーもライセンスが厳しいので注意してください。私も紹介しているウルトラシャープやアニメシャープは商用利用不可のアップスケーラーですよ。そうだったのですね。生成した画像を売ろうと思っている人は気をつけてください。今回の内容からは外れますので詳細は割愛しますね。さて、ライセンスの話が長くなってしまいましたが、ここからはスーパーマージャーを使っていきましょう。スーパーマージャーのインストールはステーブルディフュージョン WebUI の他の拡張機能と全く同じです。箱みかんさんの SDWebUI スーパーマージャーのページに入りましょう。リンクは概要欄です。いつものようにコードをクリックしてプルダウンウィンドウから URL をコピーします。エクステンションズタブのインストール from URL に貼り付けてインストールをクリック。インストールドタブからチェック for updates、アプライ&リスタート UI をクリックしてください。うまく起動しない場合はコマンドプロンプトから再起動してください。 SDWebUI スーパーマージャーはオートマティック11のバージョン 1.5 以降でしか動かないので、1.4 を使っている人はバージョンアップしてくださいね。私はバージョン 1.6 を使っています。それではインストールも終わったのでマージモデルを作っていきましょう。本日は日本人リアルと外人リアルでハーフリアルの超絶美女を作っていきたいと思います。わかりやすいアニメ系とリアル系のマージの方が良いのではないですか。いえ、私が作りたいものを作っていきますよ。今回は私が好きなモデルでおそらくライセンスに問題のないマジックミックスリアリスティックと自由に使いやすい優秀なリアル系モデルであるエピックリアリズムを使用していきます。基本的な使い方を見ていきましょう。
まずスーパーマージャーのタブを開いてください。マージのタブを選択します。最初から開いているページですね。ここのモデル A とモデル B にマージさせたいモデルを入れてください。今回はモデル A にマジックミックスリアリスティックを、モデル B にエピックリアリズムを入れます。次にマージモードを選択しますが、ひとまずは単純にモデルを足し合わせるウェイトサムを選択しておきます。とりあえず一通りの機能を確認しましょう。次にカリキュレーションモードを決めます。デフォルトのノーマルを選択しておきます。次にアルファ値とベータ値を選択しますが、ウェイトサムのモードではアルファ値しか使いませんので、アルファ値を決めます。この数値はマージモデルの項目にマージ比率を決めるための式が書かれているので、その式を見ると意味がわかります。今回のウェイトサムモードでは、アルファ値はモデル B の比率になります。アルファ値を上げるとモデル B の影響が強くなるということですね。そうです。まずは 0.5 にして1対1でマージさせてみようと思います。そして下のマージ&ゲンのボタンをクリックすると、モデルがマージされて画像が生成されます。生成される画像のプロンプトなどの設定は、通常のテキストトゥイメージのプロンプト欄やサンプラーなどの設定の欄に書き込めばそのまま採用されます。ネガティブプロンプトは空欄になっていますが、ここにテンプレートを置いておくだけで採用されています。ハイレゾフィックスも採用されます。AD テイラーも採用できますよ。スーパーマージャーのタブで画像生成のプロンプトやパラメーターを設定したい場合は、その下のジェネレーションパラメーターズのタブを開いて記入することもできます。ここに何も入っていない項目はテキストトゥイメージのページのものが採用されるということですね。そうですね。基本的にはテキストトゥイメージのページを使うことが多いですね。ではマージをしてみましょう。マージ&ゲンをクリック。しばらくするとマージが行われて画像が生成されました。生成された画像を見てみましょう。同じシード値で、左がマジックミックスリアリスティックのみで生成した画像、右がエピックリアリズムで生成した画像、真ん中が比率1対1でマージしたモデルで生成した画像になります。リアル同士で分かりにくいのですが、画像が混ざり合っていますね。そうですね。ちょうど中間ぐらいの顔になりましたね。私はマジックミックスの顔で十分良いのですが、最終的には顔はマジックミックス寄りで、体はエピックリアリズム寄りにしたいですね。それいいですね。話を先に進めましょう。この時点ではマージモデルのファイルは作成されていません。実はそれこそがこのスーパーマージャーのすごいところで、毎回マージするたびにファイルを作らずに画像が確認できるのです。ストレージを圧迫することがないのですね。そうです。チェックポイントは一つ一つが大きなファイルですから助かりますね。もしモデルをファイルとして出力したいときは、セーブセッティングスのタブを開いて、セーブモデルにチェックを入れてください。カスタムネームのところに自分の好きな名前をつけてください。つけなくてもマージしたモデルを組み合わせた名前がつきます。セーブモデルにチェックが入った状態で、マージボタンかマージ&ゲンボタンをクリックすると、マージモデルがステーブルディフュージョン WebUI のチェックポイントが入っているフォルダに作成されています。デフォルトでセーフテンサーズにチェックが入っているので、できたファイルもセーフテンサーズファイルですね。そうです。これが一通りの使い方ですが、便利な機能がいろいろありますので、もう少し見ていきましょう。まずマージ&ゲンの横のマージボタンはマージだけして画像を生成しません。現在マージされて画像生成のために準備されているモデルは右のカレントモデルに表示されています。マージの比率が書いてあるモデルですね。そうです。この状態でゲンをクリックすると、カレントモデルを使用して画像が生成されます。そして以前にマージしたモデルを呼び出すこともできます。ヒストリーのタブを開いてください。そしてロードヒストリーのタブをクリックすると、今までマージしたモデルが表示されます。ロードカウントの数だけ遡って表示されますね。表示されている項目の中の呼び出したいモデルの ID を覚えておいてください。またマージタブに戻ってマージモデル ID に今覚えた ID を入力してください。そしてロードセッティングフロムのボタンをクリックすると、その ID のモデルをマージする設定が呼び出されます。この状態で再びマージボタンかマージ&ゲンボタンをクリックすると、呼び出したマージモデルがカレントモデルになります。
ID のところに-1を入力すると、最後にマージしたモデルの設定が選択されます。ちなみに、Save Settings のタブを開いて、Save Merged Model ID2 の項目のイメージにチェックを入れておくと、画像の左上に ID が表示されます。画像から選んで設定を呼び出したいときに、ヒストリーから ID を覚えておかなくても良いですね。はい、とても便利です。画像の比較方法ですが、XYZ プロットを使って比較することができますので、使い方を見ていきましょう。マージモデルを比較するときに必須の項目ですね。そうですね。XYZ プロットのタブを開いてください。まずはモデル A とモデル B のマージ比率である α 値を比べていきますね。デフォルトの設定で X タイプのところに α、その下のシークエンシャルマージパラメーターズのところに 0.25、0.5、0.75 と入力されています。これは α 値の 0.25 と 0.5 と 0.75 を順番にマージして画像を生成するということです。下のシークエンシャル XY マージ&ジェネレーションをクリックしてください。マージが3回行われますので、それなりに時間はかかりますが、このように比較画像がグリッド表示されます。セーブマージドモデル ID2 の項目のイメージにチェックを入れてあるので、画像に ID があって呼び出しも簡単そうですね。そうですね。このナンバーオブ-1って何ですか？ XYZ プロットにシード値を選択するときに、毎回ランダムシードを使用するモードですね。シードを固定せず、たくさん画像を生成したいときに数値を変えて、-1を好きな数だけ入力できます。あとは通常の XYZ プロットと同じように Y 軸や Z 軸を増やすことができます。ただ、軸を増やせばマージの回数が増えますので、それだけ時間がかかります。ここでワンポイントアドバイスですが、例えば α 値の違いで3種類ずつ画像を生成して比較する場合、X 軸と Y 軸を使って片方に α 値、片方にシード値やプロンプトを入れるのですが、この場合は X 軸にシード値やプロンプトを入れた方が画像生成が早くなります。これはモデルのマージや呼び出しの回数が減るからです。シード値による画像の違いはこのようなグリッドで表示されます。また、プロンプトを採用する場合は、比較するプロンプトごとに改行を入れれば OK です。このように記載すれば良いのですね。そうですね。ネガティブプロンプトはテキストトゥイメージに記載されているものが採用されます。このようなグリッドが生成されます。では次は階層マージについて見ていきましょう。何か急に専門的になってないですか？大丈夫ですよ。やり方はそれほど難しくありません。階層マージとは Unet の階層ごとにマージ比率を変化させる方法です。Unet のことはよくわからないのですが、すごく簡単に言うと、Unet は画像の中から特定の部分を見つけ出すためのネットワークです。その階層についてはズバリ、上の方では大まかな形を見て、下の方では詳しい特徴を見るという役割分担があります。浅い階層では基本的な輪郭や境界線、物体の質感や模様の検出、中間階層では複雑な形状や物体の部分を識別、深い階層では画像全体の意味合いや関係性の認識をしています。でも顔とか体とかに分かれていないのですか？そうなんですよ。はっきり分かれていなくて、領域の重なりもたくさんあります。そこで豆腐のかけらさんという方がノートの記事で、どの層が画像のどの部位に影響を与えるかを表にまとめてくださっていますので、その表を見ながら、顔はマジックミックスで、その他はエピックリアリズムのマージをトライしていきましょう。使い方ですが、階層マージを使うときは UseMBW にチェックを入れてください。チェックを入れるとアルファ値とベータ値がなくなりましたね。そうです。次にマージングブロックウェイツのタブを開いてください。ここに Unet 構造に一致する IN00 から OUT11 までの層が表示されています。デフォルトでは全部 0.5 になっていますが、一つずつ数値を調節していきます。この数値がアルファ値になるのですね。そうです。数値が大きければモデル B のエピックリアリズムの影響が強くなります。では豆腐のかけらさんの表を見ながら、顔に関連するものの数値は小さくしていきましょう。20丸のところは影響が強いのでアルファ値を0にしちゃいますね。黒丸のところは 0.2、 その他のところは思い切って1にしちゃいます。結
大胆に変えるのですね。変化が分かりやすいように大きく変えましょう。このようになりました。書き換えたらその上のセットアルファをクリックしてください。上の数値が変わりましたね。これで準備はできましたので、マージ&ゲンで画像を生成してみましょう。出来上がった画像がこちらになります。どうでしょうか？思ったより外人寄りの顔になりましたね。髪型はかなりマジックミックスに近いですね。顔の輪郭もマジックミックス寄りになっていますよ。目がもう少し垂れ目になってほしかったな。体はどちらかというとエピックリアリズムに近いですかね。肌の質感なんかはエピックリアリズムとそっくりですね。本当はノーブラ感は残しつつ顔をもっとマジックミックスに寄せたかったのですが難しかったですね。何を狙っているんですか？いやー、分かりやすい特徴ですから。今は手動で比率を一つずつ変えたのですが、いくつかプリセットがあるのでそれを試しつつ私が感じた階層による特徴をお伝えしますね。プリセットはセレクトプリセットのところから選択できます。かなりたくさんありますね。そうですね。ただプリセットはそれぞれ意味があるようで、使ってみるとかなり階層マージの特徴が分かりやすかったのでとても勉強になりました。まずグラッド V です。 GRAD はおそらくグラディエント、勾配という意味だと思います。これは浅い層がアルファ値が大きくて深い層は段階的にアルファ値が小さくなるというものです。つまり浅い層がエピックリアリズム、深い層がマジックミックスですね。そうですね。ベースは全体に影響するものかもしれませんが、ほぼ全てのプリセットで0になっていますので0で比較していきます。またプリセットにはグラッド A というのがあり、浅い層がマジックミックス、深い層がエピックリアリズムの勾配になっています。さっきと逆ですね。この2つで画像を生成して特徴を比較しましょう。比較には XYZ プロットを使います。グラッド A を選択してセットアルファをクリックしてアルファ値をセットします。右上のコピーボタンを押してコピー。 XYZ プロットのタブを開きます。 X タイプから MBA アを開きます。そしてシークエンシャルマージパラメーターズのところに貼り付けましょう。次に同じようにグラッド V も数値をコピーして貼り付けます。グラッド V を上の行にしましょう。このように開業によって分離できます。生成された画像がこちらになります。どうでしょうか？グラッド V はつまり深い層がマジックミックス寄りで、グラッド A はその逆です。画像はグラッド V はマジックミックスよりで、グラッド A はエピックリアリズムよりですね。そうですね。全体的な傾向として深い層の方が画像に与える影響が強そうです。もう少し見ていきましょう。次は浅い層と中間層の影響をもっと強調して比較してみましょう。一つはラップ12でインもアウトも上から6層目までをアルファ値1でそれ以外を0にするものです。つまり浅い層は完全にエピックリアリズムで、深い層は完全にマジックミックスということですね。そうです。次にリング13で、これは一番深い3つの層はアルファ値0、その上の5層をインもアウトもアルファ値を1にするものです。その上の浅い層はアルファ値0です。深めの中間層だけをエピックリアリズムにするということですね。そうです。この2つで比較してみましょう。生成された画像がこちらです。ラップ12で浅い層だけ完全にエピックリアリズム、深い層は完全にマジックミックスにした方は、顔はマジックミックスで体はエピックリアリズム寄りになりましたね。結構狙い通りじゃないですか？もう少しノーブラ感が出れば完璧でしたね。まだ言ってるんですか？顔の形成には中間層から下が強く関与しそうですね。肌や髪の色、髪型の左肩の部分なんかはエピックリアリズムに近い感じがしますね。そのあたりは浅い層が影響を与えているのでしょうか。そしてリング13はそれとは逆のことが言えそうですね。そうですね。では次にインとアウトが画像に与える影響の違いを見てみましょう。一つはプリセットにあるアウト125で、アウトはすべてアルファ値が1でインはすべて0、 M00 だけ 0.5 です。次はプリセットにはないですが、その逆でインはすべてアルファ値が1でアウトは全部0、 M00 だけ 0.5 です。頭がこんがらかりそうですが、インがすべてマジックミックス、
ウトが全てエピックリアリズムのマージとその逆のマージの比較ということですね。そういうことです。生成された画像がこちらです。顔はアウトの部分に影響を与えたモデルの特徴を引き継いでいるようですね。そうですね。やはり画像を組み立てていく部分であるアウトの方が影響が強そうですね。いろいろと試してみましたが、特に顔に強く影響を与えるのはイン7とイン8、そしてアウト3とアウト4であることが分かりました。そしてその上下の層もある程度影響がありましたね。そうですね。イン7とイン8、そしてアウト3とアウト4がアルファ値0で、その上下の層がアルファ値 0.5、 それ以外はアルファ値1の画像がこちらです。ほとんどの層がアルファ値1なのに顔がマジックミックス寄りですね。そうですね。では次に行きましょう。この階層マージの数値を自分で考えるのも楽しいのですが、運を天に任せるレッド・ザ・ダイスロールを見ていきましょう。なんか楽しそうな名前ですね。つまりランダムマージですね。使い方はとても簡単で、まずランダムモードの中から1つ選びます。通常は数値を0から1の間でランダムに変化させる R モードを選べば良いと思います。変化させるのはアルファ値です。その下のシード値はマイナス1のままで、その右のラウンドはランダム数値の四捨五入の1ですので気にしなくて良いです。そしてナンオブチャレンジがチャレンジする回数です。そしてランダムボタンをクリックするとランダムな値で階層マージを行ってくれます。それだけでいいのですね。はい、いろんな比率で階層マージをして画像を生成してくれます。それでは6回チャレンジしてみますね。生成された画像がこちらです。どうでしょうか。いろいろなタイプの画像が生成されますね。とても素早くいろんな種類の階層マージができるのでとても便利ですね。あ、この1枚は顔はマジックミックスにかなり寄っているのにノーブラ感が出ちゃっているじゃないですか。ほんとですね。いろいろ考えてやってきましたがランダムには勝てないようですね。ちょっと寂しいような嬉しいような複雑な気持ちですね。でもお目当ての画像ができて嬉しいです。今日は朝から一日中マージしてましたからね。やってた甲斐がありましたね。最後にこの最終の画像を使ってカリキュレーションモードを比較してみましょう。いろんな種類がありますが、スムースアットとスムースアット MT はむちゃくちゃ時間がかかった上にノイズ画像しか生成できませんでしたので、それ以外を比較していきますね。 XYZ プロットを使って比較していきますね。カリキュレーションモードを XYZ プロットで比べるときは X タイプからカルクモードを選択してください。カルクモードが選択されると下にカルクモードが選択できるタブが出現します。比較するカルクモードにチェックを入れてください。ただなぜか Y タイプにも何か選択しないと入力ボタンが出ないので、とりあえず Y タイプに何かを選択します。そうすると Add to Sequence X というボタンが出現しますので、クリックすると X タイプのシークエンシャルマージパラメーターの欄に入力されます。 Y タイプを使用しなければ Y タイプをノウンに戻してシークエンシャル XY マージ&ジェネレーションボタンをクリック。マージと画像生成が行われます。生成画像がこちらになります。少しずつ画像が変化しますが、今回はノーマルモードの画像が良かったですね。唯一ノーブラ感が出てますね。そうです。それがポイントですね。カルキュレーションモードに関しては豆腐のかけらさんが詳しく説明してくれている記事がありますので、そちらをご覧ください。概要欄にリンクを載せておきます。またモデル C にモデルを追加して3つのモデルをマージさせることもできます。マージ方法は複数あり、計算式はマージモードから選択できます。内容はマージモードのところに計算式が記載されています。また先ほど紹介した豆腐のかけらさんのページにも詳しく記載されていますので参考にしてください。では最後に本日マージしたモデルに名前をつけて保存しましょう。良い名前をつけましょうね。セーブセッティングスのタブを開いてセーブモデルにチェック、セーフテンサーズにチェック。名前をそうですね、マジックニップルにします。ネーミングセンスなさすぎでしょ。さて今回はスーパーマージャーの使い方から階層マージまでいろいろと見てきました。このスーパーマージャーにはさらにエレメンタルマージやローラのマージモード、
チェックポイント間の類似性を階層ごとに調べるアナライシスもあります。モデルのマージは上級者のやることだと考えていた方も、実はそれほど複雑なものではありませんので、モデルをマージして自分だけのオリジナルモデルを作りましょう。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。